おはようございます。もふたびです。今日はですね、僕の愛してやまない DJI さんから企画レビューのお仕事をいただきました。やったー。今回はこちら DJI のポータブル電源パワー2000とパワー1000ミニの比較検証動画を解説していきたいと思います。こちら2つのポータブル電源の性能比較、あとねどういった人におすすめなのかっていうところも踏まえてレビューしていこうと思います。後半ではですね、実際に最近起こったトラブルで避難しなきゃいけない事件がありまして、そちらの時にねポータブル電源を使って疑似避難をする映像もありますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、まずこちらの2つのポータブル電源なんですけど、結論から言います。2つとも買ってください。というのもですね、こちらの2つのポタ電はそもそも用途がかなり違います。言うなれば普段使いに便利なこちらが軽自動車、こちらが家族でのレジャーや、緊急時に頼りになるキャンピングカー、はい、そんな感じの違いがある2つでございます。うちもですね、軽自動車とキャンピングカー2台持ってまして、平日のお買い物だったりとか普段使いは軽自動車、みんなで旅行だったりとかレジャーに行くときはキャンピングカーという風に2台をですね使い分けているんですけど、そんな感じでこのポータブル電源も2台使い分ける用途で見た方が分かりやすいかなと思います。性能比較からいってみましょう。ポタ電を選ぶときに重要な要素っていうのは3つあります。1つは電気を蓄えておける容量ですね。2つ目は使える電力のパワー、定格出力です。3つ目は重さ、重量ですね。まず容量というのは WH という表記になってまして、こちら消費電力のワットかける時間、アワーの略です。ワットアワーという単位ですね。例えば容量1000ワットアワーなら消費電力1000ワットの家電を1時間使えるということになります。消費電力1000ワットというとドライヤーなんかがだいたいそれぐらいなんですけど、ドライヤーを連続1時間使ったら1000ワットアワーっていうのは空っぽになるっていう形ですね。まずこちら容量ですね。パワー1000ミニが容量1008ワットアワー、パワー2000が2048ワットアワー、単純に倍です。感覚的なんですけど、1000ワットアワーあれば1泊2日のキャンプなら全然余裕で持ちます。2泊3日で残量が残りわずかになるかなっていう感じですね。どちらも IH クッキングヒーターやケトル、電気ケトル、電気毛布なんかを使う冬のですねキャンプで使った乾燥です。こちらの2000ワットアワークラスあれば3日から4日くらいは同様な使い方としても持つと思います。IH をガスコンロ、ドライヤーをお風呂行った時にちゃんと乾かしてくるとか、そういう風に工夫をすれば1週間くらいはですね通常仕様に問題ない容量がこちら 2000W アワーという形になります。次に定格出力ですね。定格出力というのは安定して発揮できる電力のことです。例えばスマホの充電はだいたい 25W、 電気ケトルや IH クッキングヒーターなんかは弱で500、強で800前後、ドライヤーが1000超えっていう感じになると思います。基本的には定格出力 1000W あれば通常の家電は問題なく動きます。こちらパワー1000ミリは定格出力 1000W、 パワー2000は定格出力 2700W まで出ます。分かりやすく比較すると、こちらのパワー1000はですね家電1つずつだったら大体何でも使える。こちらはですね同時に高出力の家電、例えば IH ヒーターと、ケトルだったりとかドライヤーとケトルだったりとか、そういったものが同時併用で出力できる、そんな感じになります。具体的な使い勝手の目安としては、こちらのパワー1000ミニは大人2人のキャンプとかレジャーですねだったら問題なく使えるかなっていう感じです。こちらのパワー2000であれば家族4人での旅行だったりとかレジャー、長期滞在、実際の避難の時なんかに心強くなるのはこちらっていう感じです。次は重量です。こちらパワー1000ミニが 11.5kg、 こちらのパワー2000が 22kg あります。こちらのパワー1000ミニであれば成人男性が片手でギリ持てるかなっていう感じですね。女性やお子さん、年配の方なんかは両手で抱えないとちょっときついかなっていう重さです。こちらの 22kg あるパワー2000はですね片手で持つのはかなりきつい、めちゃくちゃ重たいです。こういった感じでね両手で持ち運ぶ形になると思うんですけど、正直ね成人男性でギリ、女性や年配の方、子供が持ち運ぶっていうのはほぼ無理だと思います。車に詰め込む時なんかはこんな感じで腰ぐらいの高さまで上げないといけないもんですから、結
構マッチョな男性でも重いです。ダンベルでね22キロのダンベルっていうのはかなり上級者向けです。こんな感じでアームカール22キロっていうとですね、結構しっかり筋トレやってる人じゃないとかなりきつい重さになってきます。なので片手で持つのは一般の方はほぼ不可能と思ってもらった方がいいと思います。性能や容量が向上すればするほど重くなる傾向にありますので、こちらね取り回しのことはよく考えた上で購入検討した方がいいと思います。取り回しに関してはこちらの方が圧倒的に便利です。12キロ未満だったらギリ片手で持てますし、簡易なテーブルなんかに置くことも可能です。22キロになってくると置く場所も選ぶようになってきますので、そこは注意してもらった方がいいと思います。持ち運べるかどうかで使用頻度っていうのがだいぶ変わってきます。思った準備するの面倒だなと思ったらその分ね使わなくなっちゃう可能性もありますので、まずね購入検討される方はスーパーのお米をね2個同時に持てるかどうかっていうのを確認した上でね購入検討した方がいいと思います。その他の性能として共通するものがリン酸リチウムイオンバッテリー、 UPS 機能、スマホ連動、充電サイクル回数4000サイクル、保証最大5年、これらの、項目は共通しています。詳しくは公式ホームページを見てみてください。初心者にはそこまで注意しなくてもいいかなと思います。そういう機能があるんだぐらいの感じですね。次はですね、この2つの特色についてお伝えします。まずこちら DJI パワー1000ミニ、こちらね僕もすごく気に入っててめっちゃ使ってるんですけど、まずねめっちゃいいのがこちら USB-C ケーブルが内蔵されててビヨンビヨン伸びます。はい、これめっちゃいいです。あとは 100W 充電いけます。これめっちゃ便利。あとはねちょっと日中見えづらいですけど、こういった緊急時のライト、非常灯なんかもつくね非常に優れものでございます。これを僕めちゃくちゃ家でも使ってます。こちらパワー2000はですね、基本スペックがめちゃくちゃ高いっていうのもあるんですけど、一番のポイントは拡張性ですね。拡張バッテリーっていうのを別途購入するとどんどん容量を増やしていくことが可能です。最大10個までついて1つの拡張バッテリーはだいたい 2000Wh ですね。同じぐらいの容量を拡張できるので最大 22,000Wh まで拡張できます。なのでね巨大な家庭用電池としても使えるようになるのがこちらですね。拡張性がすごく優れているっていうのがパワー2000の特徴です。こちらは取り回し便利機能、こちらは拡張性ですね。用途がだいぶ違います。ポータブル電源買う時の不安要素として安全性や保証なども気にされると思うんですけど、有名どころのポタ電メーカーは大体ですね一定の水準をクリアしているので安心していいと思います。正直ねすごく大差があるかっていうとそこまで大差はないです。各々安全機能だったりとか追求してますので、どこも高水準の安全機能で作ってます。ただね DJI っていうのは個人的にはマイクとかカメラもよく使うんですけど、アフターサービスの質がめちゃくちゃいいです。もちろん日本語対応ですし、早くて丁寧。カメラのね保証を何回も使ったことがあるんですけど、破損してしまった場合でも3日以内ぐらいかなにすぐ交換してくれて、で電話対応もものすごく丁寧でした。こちら最大5年保証2つともついておりますので、初期不良なんかも問題なく交換してくれるかなと思います。次はですね、実際にトラブルが起きて避難した時にこちら2つ使ってみたんですけど、そちらの様子をどうぞご覧ください。これは避難訓練も兼ねて車中泊に行きたいと思います。じゃあ今懸命な復旧作業をしてくれてるんですけど、目処が立ってないそうです。老朽化で水道管が破裂して、今その破裂した箇所を探してるんですけど、それが見つかんないらしくて、当初は 1,2 時間で復旧できるっていう話だったんですけど、今はねちょっと見通しがつかないという状況で、緊急で避難用の水をもらいました。これしか支給してもらった水です。緊急用で飲める水なのそれ。この水道に来てた水と同じ生活用水。はい、
これでしのいでくださいと思ったんで。返さなきゃね、これ。そう、ケースはね、返さなきゃいけないんで、ちょっとこっちに移し替えて、はい、行こうと思います。はい、じゃあ移し替えてきます。はい、今日のお風呂は、キャナルリード。戻ってきました。お風呂気持ちよかったよ、ライちゃん。はい、それではね、ポータブル電源の性能を実際に試してみましょう。こちら DJI パワー2000はですね、定格出力 2700W ということで、かなり多くの家電をね、一緒に使えるポタ電になってます。なので、風呂上がりのね、髪を乾かすドライヤーと、こちら、夜ご飯のカップ麺を食べるためのお湯をね、同時に沸かしていこうかなと思います。これね、小型のポタ電とかだとだいたいマックスで 2000W ぐらいの出力になってくるんで、こちらね、小型のポタ電とかだとだいたいどっちか1個ですね、ドライヤーがギリギリ使えるかどうかぐらいの定格出力になってくるんですけど、これはね、かなり強いパワーなんで両方いけると思います。じゃあ実際に試してみましょう。避難用の水を使っていきます。いや、水はね、ほんと足りなかったですね。常にローリングストックっていう形で2リットル6本入りを2セットずつぐらい常備するようにしてたんですけど、最近ね、ちょっと防災意識が薄れてストックが1セットになってたんで、ちょっとね、多めに備蓄しようと思います。生活用水とか合わせたらね、ちょっと全然足りないですね。じゃあこちらを蓋をしてセット。こちら電源を入れて OK、 つきましたね。はい、じゃあ沸かしていきます。さあ、こちらケトルをつけたらね、930前後消費電力使ってますね。やっぱりね、ケトルもハイパワーで使うと1000近く使うので、こちら小型のポタ電だと多分これが1台稼働するだけで限界っていう感じになると思います。それではね、じゃあ同時にドライヤーも使っていきましょう。よいしょ。さあ、ドライヤーね、だいたい1000から1500ぐらいなのでいけるでしょうか。ジョン。お、いけた。一番マックスのパワーでいけてますね。さあ、こちらで2000超えてます。これはすごいですよ。普通は2つ同時に使えないです。家でもね、下手したらブレーカー飛んじゃうレベルなんで、ちょっとこれで乾かしていこうと思います。さあ、5分ぐらい使って97% ですね。マックス2300ぐらいいってましたね。やっぱりドライヤーだと、マックス使って1200ぐらい消費するので、ドライヤーを使いつつ同時でそのご飯の用意とかお湯を沸かしたりとかできるのは結構便利ですね。容量も 2000Wh 以上ありますので、まだ全然余裕です。これでね、 1000Wh クラスだと 10% ぐらい消費しちゃうと思うので、さっきの一瞬で。そうなるとレジャーはいいんですけど、避難生活となると心もとないなっていう感じですね。こっちだったら、2,3 日は節約しながら行けば家族4人とかでも全然やっていけると思います。沸騰しました。辛味噌菌鬼茶セットでね、今日のご飯にしていきたいと思います。YouTube の王にね、媚びを売りつつ食べていきたいと思います。これね、鬼茶がね、結構気に入ってます。もう5本目ぐらいかな。割とさっぱりしてて飲みやすいんですよね。さあ、こちら辛味噌菌。避難生活にはね、辛いもの全く向いてないんですけど、お水飲みたくなっちゃうんで、今回はね、YouTube の王に媚びを売るということで辛味噌菌を食べていきたいと思います。はい、こんな感じで。さあ、こちら5分ですね。タイマーしていきたいと思います。災害時避難用にカップラーメンとかね、常備してる人も多いと思うんですけど、お湯を沸かすのにね、結構な量を使います。お湯がね 400ml 使います。これが、2人だったら約1リットル、4人だったらね1回で2リットル分使っちゃいます。でさらにお湯もね、沸かすのがね、2回から3回必要になってくると思います。お湯の量的に。となるとやっぱり大容量の
ポタ電じゃないと、2食ぐらいしたらねかなり容量が減っちゃいますので、もしもの時の緊急避難用というのだとやっぱり 2000Wh 以上あった方がいいと思います。それ以上になるとね、もうキャリーで持っていくようなコロコロで転がすようなタイプになると30キロとかになってくるんで、容量と重さがねどうしても比例して大きくなりがちなんで、今回のねこちら DJI パワー2000は22キロなのでギリギリ1人で持ち運べます。こういうところ、こういう高いところとかにもね1人で置くことはできます。ただねまあ重いので取り回しっていう点ではちょっと取り回ししづらいですね。味噌菌ができる間にちょっとねスマホも充電していきたいと思います。こちら DJI パワー1000ミニ、よいしょ。こちらもね比較で使っていこうと思います。こちらもね、よいしょ、12キロっていうので軽くはないんですけど、こちらに比べたら10キロ近くね軽くなるんで片手で全然持てます。やっぱりね重さが軽くなると置ける場所も増えてきますので、こういったねコンパクトな形で10キロ前後だったらテーブルの上とかね全然置けると思います。キャンプ用のそんなにしっかりしてないコンパクトテーブルの上なんかでも置けるんで、その点はパワー1000ミニはね取り回しがめちゃくちゃいいかなと思います。ちょっと珍しいのがこんな感じで緊急用のライトもついてます。だからね真っ暗な時なんかでもこれさえあればライト代わりになりますし、こういったね SOS サインっていうのも出せます。遭難であったりとか生き埋めであったりとか、そういったね緊急なシグナルを出したい時なんかはこちら二重押しすると SOS ライトになりますので、こちらはねそのままこの状態にして外から見えるところに置いておけばね、常に SOS のサインを出しながら他のことをやれるとかしっかり休めるとか、そういうこともできますので、こちらのライトっていうのはかなり便利だと思います。スマホも充電しておきましょう。でね、こちらいいのがこのケーブル USB-C ケーブルがね取り出せるタイプになってまして、こちらさらにね 100W 充電っていうめちゃくちゃ強い高速充電ができます。 DJI パワー1000ミニはねどちらも 100W 充電、こちらも MAX100 ですし、こちらも 100、USB-C はね 100W で充電できますので、少しでもね早く充電したい時なんかこういう急速充電があると家族分のねスマホを順番に充電していく時にはめちゃくちゃ役に立ちます。通常だとね 12W 充電とかだと思うので、やっぱりね急速充電はねあった方がいいと思います。さあこんな感じでスマホはねだいたい急速充電使っても 20W ぐらいですかね。なので4台同時に充電するとなるとだいたい80から 100W ぐらいが消費されますので、そういったね電気製品の充電とかはこのパワー1000ミニコンパクトタイプで十分だと思います。生活に関わるね生活家電になってくると消費電力がかなり多くなってくるんで、そうなった場合はこちらが必須になってくるかなと思います。どちらを使うかですね、用途が全然違うので、こちらは普段使いから取り回しの利くコンパクトなポータブル電源、毎日ね生活の中で使うコンパクトカーのようなものです。取り回しが効いてフットワークが軽いと、生活のね毎日使うものとしては使いやすいと思います。こちらはねキャンピングカーに近いですね。緊急時に家族全員を守れると、備えあれば憂いなし。取り回し自体は毎日使うものとしてはちょっとでかくて重いんですけど、やっぱ容量だったりとか出力が通常のねコンパクトタイプとは桁違いに強いので、緊急の時なんかにはめちゃくちゃ頼りになるのが DJI パワー2000キャンピングカーに近いですね。軽自動車とキャンピングカーだから用途が全然違いますので、個人的には2個あった方が万全です。どっちかだと使いづらいなっていう場面が絶対出てくるので、この2つは一緒にね使うことで穴を埋めれる2つかなと思います。辛味噌菌ができましたので食べたいと思います。味噌菌シリーズもね全部食べたんですけど、味噌ラーメンの中だとね普通に好きですね。美味しい。こういうね辛いタイプってね避難生活には全く向かないと思いますが、お腹痛くなったりとかね水の消費がめっちゃ激しくなるんで全然ね避難生活のおすすめできませんが、今回はいただきたいと思います。うまい。さあ今話題の鬼茶はねこういう辛いも合うかもしれない。すごいすっきりしてるんでいただきます。うまいというわけで、じゃあこのポタ電をね使いながら疑似避難生活ちょっと続けていきたいと思います。最後にですね結局どれを買えばいいのっていうところなんですけど、結論両方買え
が僕の結論です。というのも、単純な性能比較では測れない使い回しの良さっていうのが各々あるんですね。こちらはコンパクトで普段使いにものすごく使いやすい形になっているパワー線ミニ。こちらは災害時だったりとか長期のレジャーにすごく頼りになるパワー2000。言うなれば普段使いの軽自動車。こちらはレジャー用や緊急時に避難する時のためのキャンピングカーみたいなものです。用途が全く違います。なので単純にね、性能を比較してどっちがいいっていうのはなかなか言えないところもあります。可能であれば2つね揃えられるんだったら一番いいですし、隙がない布陣になると思います。あえてどちらか1つを選ぶとしたら、パワー1000ミニは健康な2人家族、普段使いやレジャー用っていうのに適しております。こちらのパワー2000はですね、4人以上の大家族、もしくは避難が必要になるような緊急時にですね、自宅避難が避けられないっていう方はパワー2000を選ぶべきだと思います。正直なところ、防災という観点に関してパワー1000ミニは不安が残ります。容量であったりとか低確出力の点であれば心強いんですけど、スマホ充電やちょっとした調理、不便が解消されるといった用途に適しているかなと思います。一方ですね、本当に被災した時はこちらパワー2000は本当に心強いポタデになってます。特にですね、停電がそのまま命に関わるようなご家庭、例えばなんですけど、睡眠時無呼吸症候群でですね、こういった酸素マスクをつけないと寝れない人がいるご家庭、あとは要介護が必要で電動ベッドが必要になってくるようなご家庭、あとは、要冷蔵保存が必要な、例えばインスリンとかですかね、医薬品を常時使っていて保存に冷蔵庫が必須なご家庭なんかはパワー2000かなり頼りになると思います。その他にもね、24時間温度調節が必要な、爬虫類だったりとかのペットを飼っている方、あとはですね、小さいお子さんですね、保温が必要だったりとか何かと電気が必要になってくるお子様、赤ちゃんがいらっしゃるご家庭なんかはパワー2000があるとかなり安心できるかなと思います。まとめていくと、日常生活の不便を解消するのがパワー1000ミニ、緊急時に命を守ってくれるのがパワー2000というような感じになると思います。結論から言いますと、2個買ってくれ。特にセールが始まったら 50% オフとかになるんで、セールの時に2個買う、これが一番正解でございます。自然災害であったりとか世界情勢、紛争が多くなったりね、すごく不安定な社会になってきてる今だからこそ、家族の安全を守るのは今のあなたの決断にかかっております。ぜひね、気になる方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。はい、じゃあバイ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 。